僕には愛する家族がいる。ママになっても可愛くて、何に対しても一生懸命で、見ていて飽きない、ツンデレな妻、そしてやんちゃな息子。5歳になって少しずつ自分でできることも増えてきたんだ。最近はママを守るんだって言って、僕のことを邪魔者扱いしてくるんだけど、すっかり小さい彼氏気取りなんだ。あれからまた少し経った頃に、僕と妻の間に女の子が生まれた。色白の妻にそっくりな女の子。性格は僕にそっくり。性格は妻に似てほしかったのに、そんなところだけ僕に似てしまった。娘が2歳になった今、わがままというか、嫉妬しちゃうところとか、似てほしくないところばっかりが僕に似すぎてて笑ってしまう。4人家族になって気づいたら、何をするにも僕と娘、妻と息子という流れになっていて、僕は完全に2歳の娘の言いなりになってるんだ。娘はもうパパは言うことを聞いてくれるものだと思っているようで、何かあるとすぐに甘えてくる。その甘え方が2歳の女の子なのにすごく上手で、ツンデレな妻に教えてあげたいくらいなんだ。そんなこと妻には絶対言えないけど。息子と娘、どちらも可愛いのは当たり前。もちろんすごく大切な宝物なんだけど、僕の中ではやっぱり妻が一番で、我が子とは違う意味での宝物。僕は息子とママをすぐに取り合いしちゃって、息子が小さな彼氏みたいな顔してるの見てて、微笑ましく思いつつも、どこか負けないぞって思ってるところがあって、僕はまだまだ子供だなと思ってしまう。どうしたの？ママが遊んでくれなくて寂しいの？今ね、ママがご飯作ってくれてるから、パパと遊んで待ってよ。ああ、お手伝いしたかったのか。えらいえらい。よしよし。それじゃママにお手伝いしたいって言っておいで。あ、ちびちゃん来た。ん？パパとギューしたいの？いいよ。ギュギュギュってするね。おいで。ギュギュギュ。パパ大好きなの？うーん。パパも大好きだよ。だってパパの大事なお姫様だからね。なに？ママとどっちが大事なお姫なのって？ママも姫もどっちも大事なお姫様だよ。ママに負けたくないの？うんうんうん。パパには姫が一番可愛いよ。大きくなったらパパのお嫁さんになってくれるの？それは嬉しいな。こんな感じで息子はママに夢中、娘は僕に夢中。そんな僕は相変わらず妻に夢中なんだけど、相も変わらずツンデレな妻は肝心な時にはぐらかすんだよね。やっと二人とも寝たね。今日もお疲れ様。今日さ、王子が君の小さい彼氏気取ってたよ。僕がママを守るのなんて言ってて、思わず笑っちゃったよ。君がご飯作ってて相手にしてくれないからって涙目になってんの。ママモテモテですね。ん？
息子にしかモテてないって？何言ってんの？目の前に君のこと今でも大好きで仕方ない人がいるんだけどな。はいはいって、そっけないな、相変わらず。あ、でも照れてんだよね。やめてよって。だから照れないでよ。今日姫がなんか言ってたの？えパパと結婚したいけど、どうしたらいいか聞いてきたの？本当に？そんなこと聞いてきたの？なんだそれ。かわいいな。で、君はなんて答えたの？パパはママと結婚してるから、姫はもっとかっこいい王子様を探そうねって言ったの？何それ。そのまんまなんだけど。だってそうでしょって。それはそうなんだけどさ、子供相手にそれ言っちゃうって。もう、君は可愛いな。っていうかさ、それってさ、君、姫に嫉妬してるんじゃなくて？絶対そうだ。そんな否定しなくてもいいのに。やっぱりさ、ほんとツンデレだよね、君は。昔から変わんないよ、そういうとこ。うん。姫も王子もさ、どっちも可愛い宝物なんだけど、でもね、僕から見た君は違う意味でほんと可愛い。普段はしっかりママしてるんだけどさ、なんかふとした時に可愛いってすごく気持ち溢れてくる時あるんだよね。結婚してもう何年も経つのにね。今もだよ。自分でもすごいと思うもん。うん、こんな気持ちになるのは君だけなんだよ。他の誰でもなくて。だからね、これからも夫婦仲良しでいいよね。どうしたの？急に抱きついてきて。甘えたくなったの？やっぱ二人になると甘えたいモードになるの。かわいいよね。そんなところがほんともうたまんないよ。今日は素直に甘えてくれるんだね。僕は嬉しいけど。離れなくていい。ここにいて。離れたら襲っちゃうよ。三人目作っちゃうぞ。嫌なの？残念。それじゃあ、チューしちゃう。はいはい。ほっぺだけね。はい。相変わらずツンデレだけど、最近はたまに素直に甘えてきてくれる大好きな妻。なんであんなに可愛いんだろう。結婚して何年も経つのに、妻への思いが強すぎて、未だに妻が大好きな僕。子供が少しずつ大きくなってきて、子育てが一段落したら、また二人で、今度はしっかり手をつないで、映画デートしたいねって、今から楽しみなんだ。僕の妻への愛は変わらないし、妻も僕のことを愛してくれてるのをすごく実感するんだ。本当に幸せ。だから今も心から言える。家族を、妻を世界一愛していると。